皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、私が中国ウォッチを続けてきた中で、本当に多くのアンビリーバブルな事件がありました。そこで、私の独断と偏見で選ぶ、中国アンビリーバブルな実態ベスト10をお送りしたいと思います。このチャンネルでは、1、日本人として自信と誇りを取り戻す系。2、戦後の日本が受けている嘘情報系。3、日本の安全保障系。海外で起きている情報を共有。4、日本の歴史ミステリー系について情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、この企画をするにあたり、10個のアンビリーバブルな事件を選ぶのに苦労しました。本当に恐ろしくもあり、笑えることもありの中国ウォッチ。映像を見なければ信じられないことばかりです。同じ漢字を使う国でありながら、文化が違うとここまで社会に違いがあるのかと改めて驚いてしまいます。と同時に改めて日本人として日本に生まれ育ってよかったと思います。では、中国アンビリーバブルな事件ベスト10をお送りします。第10位、私が卒業した大学は偽物だった。中国といえば韓国と並んで受験戦争が激しい国として有名です。倍率は数百倍とも言われ、その熾烈さから、しばしば中国の試験地獄と驚嘆される管理登用試験、科挙。その制度は、隋代に始まり、宋代に整備され、20世紀初頭、清朝末までその名脈を保ち続け、中国史に多大なる影響を及ぼしました。しかし1904年に約1300年続いた制度は廃止されましたが、その名残は未だに残っておりまして、学生たちは公務員になるために恐ろしいほどの受験勉強を強いられているのです。そんな状況をビジネスにしない手はありません。なんと偽物大学の存在が発覚したのです。とにかく学位さえあれば偽物でもいい、というニーズもあることで生まれた入試詐欺。承知の上ならいいのですが、何も知らず真面目に一生懸命努力して入学、卒業をした学生さんにとっては本当に気の毒なお話でした。第9位、上官という天下無敵のならず者。かつてマイク・タイソン全盛の頃の話です。2013年8月19日、マイク・タイソン氏が自身の公式ミニブログ、ウェイボー上で、中国で最強のボクサーは誰だと質問したところ、多くのネットユーザーから回答が集まったそうです。その回答には、上官だと回答すると、タイソン氏はこれに興味を示し、さらに、上官とは誰だ強いのか聞いたことがないなと質問したそうです。そして、そいつはどこにいるんだとの質問に、北京の路上でハンバーガーを売れば会えると答えたそうです。ちなみに上官とは、都市管理局員のことで、都市の美観と風紀を損ねるものを取り締まることを主な業務とする国家事業機関であるというのは表向きのことで、やっていることは、ほぼ水戸黄門の最初に出てくる茶店で暴れるならず者といえば、イメージが湧くと思います。まさに江戸時代そのものの中国社会。新聞、テレビが伝える中国イメージとは大きく異なるのではないでしょうか。第8位、電車事故を隠滅するために人命救助より証拠隠滅。中国東部で7月23日夜に起きた高架橋上での高速鉄道の追突事故は、死者40人、負傷者200人の大惨事の上、追突した全4両が高架橋から転落する大惨事な事故でした。しかし、中国が世界に向けて独自技術による高速鉄道システム、絶対安全なシステムと誇った直後の事故だっただけに、隠蔽を図ったのでしょう。普通なら、被害者の救出を最優先にして、さらに事故の再発防止のために原因究明をするのが当然の対応だったのに、事故後の中国政府の対応は、体制批判を恐れてのものとしか思えない事故処理ぶりが目立ち、世界に中国品質を知らしめ、改めて中国の隠蔽体質を目の当たりにすることになりました。私は、この情報が入ってきた時に耳を疑いましたが、世界からの非難を受け再度掘り返しているところを見ると真実だったんだな、と思いました。さすが中国と恐れおののいたニュースでした。第7位、道路陥没事故で落下した人を助けず生き埋めにする。2019年12月1日、午前9時28分、広東省広州市中心部の大規模交差点で突然、道路が38メートルの深さまで陥没する事故が発生しました。ちょうど通りがかった清掃車1両と電動自転車1台が土砂に飲まれ、計3人が生き埋めになってしまいます。事故現場の真下は、広州地下鉄11号線佐賀駅の建設工事現場で、なぜか救急車よりも市政府の専用車がやってきました。
そして現場の200メートル四方を鉄板で目隠しし、周辺道路を完全封鎖するという隠蔽工作を行ったのです。外部の目を完全に遮断し、1100人以上の人員と192台の特殊車両が救助活動に当たりますが、崩れ落ちる穴はどんどん拡大し続け、大量の地下水も流入。手をつけられないほどの現場は、これ以上の崩落と穴の拡大を防ぐため、現場にコンクリートポンプ車5台を集結させ、ぽっかり開いた穴に生コンクリートを注入し始めたのです。穴に落ちた3人の安否確認どころか、清掃車と電動自転車がどうなったかを確認することなく実施したのです。ご遺族の無念さは計り知れない事故というか事件でした。第6位、銀行に預けた預金8000億円が消える。恒大集団という中国を代表する不動産業界のモンスター企業の債務不履行を皮切りに、業界全体だけでなく、金融業界もとんでもない影響を受けています。2022年7月に中国河南、安徽省などの地方都市の農村を拠点とする小規模銀行で預金が下ろせない状態が生じました。その規模は40万の預金者口座、金額にして約8000億円が凍結されてしまいました。なぜ凍結されたのかの本当の原因は明るみに出ませんが、これらの銀行はかつて不動産開発などのため高金利の理財商品を売り込み、全国からアプリを通して預金を集めたという背景があり、このような金融商品は違法性が高いという理由に預金者は寝耳に水状態に陥ります。中国で起き始めているという金融崩壊は、経営に苦しむ銀行業界が小売で預金者からお金を集め、自転車操業をしていることが明るみに出始めています。預金が引き出せない理由に、あなたの預金は普通預金という商品名の投資商品でした。などということも言われているとのこと。嘘か本当かわかりませんが、もはや何でもありの中国金融業界。恐ろしいことが起きていることは間違いありません。第5位、偽装火葬事件。2017年3月に中国広東省陸宝市で起きた殺人事件が話題になっています。中国での埋葬方法についてあまり知られることはありませんが、とにかく広い国土であるため、土葬、火葬の風習が混在しています。しかし、政府からは火葬にするように指示が出ているという背景があって、地方政府の担当は火葬の普及に力を注いでいます。そんな中、同市在住で、癌で亡くなった男性が死の直前に、葬式は土葬にしてほしいと言い残しました。ところが、火葬場ではそんな申請は受理ができないわけで、なんと替え玉の遺体が必要になったというわけです。中国では、こうした需要があればそれを満たすビジネスが存在します。その調達業者は、なんと殺人事件を犯してしまったというのです。我々の常識では計り知れない事件でした。第4位、うっかり助けたら訴えられ犯人にされます。さて、中国では道徳が崩壊していると言われていますが、それを物語る事件というか事象があります。映像はコンビニの防犯カメラの映像ですが、レジに並び会計を行っているお客と店員。その背後で原因はわかりませんが、突然男性が倒れます。倒れ方から見ると、脳か心臓に問題が出たのではないかと思えますね。ところが、誰も助けようとしません。後から店内に入ってきた人も、倒れている男性を尻目に店内に入っていくという映像に言葉を失います。こういうことが起こる背景には、中国で人を助ける行為は、なんと犯罪者になってしまうという実例があるのです。理由は、何か心当たりがある、つまり悪いことをしたから助けているのだろう、というわけだ。そして、助けた相手からも訴えられることになり、実際裁判では負けているという。こういった事実が知れ渡っているから、この映像のような対応をするのでしょう。中国に行く機会がある人は、ぜひ気をつけていただきたい中国の実態です。いよいよベスト3となりました。中国アンビリーバブルな事件。第3位は、中国でなくならない違法行為で作られた食用油。食事中の方は見ない方が良い事件です。この映像は、何をしているところだと思いますか？なんと、下水に溜まっている油をすくい取り、再生油を作っているのです。当然これは犯罪行為であり、当局も定期的に検挙しています。しかし、そういった行為はなくならないという現状が恐ろしい。中国の食文化はご存知の通り、中華料理ということで食用油の消費が半端ないです。この地香油という違法な油は、日本の消費量に匹敵する量が流通しているとまことしやかに囁かれています。儲けるためにはあらゆることを考える中国人のバイタリティはすごいの一言。
そして、第2位は、火事の消火をしようとしたら消火栓が偽物だった。まさかの消火栓が偽物だったという事件。ありとあらゆるものの偽物が横行する中国。本当にすごい。こういった犯罪は、中国全土でどれだけあるのか予想もつきませんが、火災が起きた時に大惨事につながるだけに背筋が凍ります。日本のように定期検査が義務付けられていればすぐに発覚するのですが、中国ではそのようなことはなされていないのでしょうか。ただ、中国では法律などはきっちり制定されているのですが守る人がいないというオチなのですが、おそらくこれは地方政府の役人も承知の上だと推測されます。本当にすごい国です。それでは、いよいよ私が選ぶ中国アンビリーバブルな事件第1位は、当たり屋のあからさまな手口。これはまさに冗談なのか、あまりに堂々とあからさまな当たり屋に思わず笑ってしまう映像です。車と人の出会い頭での事故ではなく、そろーっと歩み寄って倒れ込むという、もう笑うしかない映像です。中国人のたくましさはこういうところにあるのでしょう。笑えない事件、事故も多々ありますが、このように笑うしかない事件は、物騒な世の中にあってほっとさせてくれますね。いかがだったでしょうか。中国アンビリーバブルな事件ベスト10をお送りさせていただきましたが、どれを選ぶか本当に迷ってしまうくらい多くのネタが存在しています。お隣の国のことをよく知るためにもぜひご家族でお楽しみください。以上で、今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。